前回はミスターシエンが毒ガスを浴び拉致される様子をファイオンが駐車場で目撃したところまで話した。皆さんこんにちは、 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。今回は頭蓋にされたミスターシエンと離職届を出したガウトゥから目が離せない展開だ。ミスターシエンは毒ガスを受けながらもさすが SQ α、 その力は伊達ではない。だが相手も万全の準備で挑み、さらに毒入りの針をもう一本打ち込む。ついに彼は倒れ込み命を奪われるその決定的な瞬間、ファイオンが駆けつけエニグマの力で現場を制圧し彼を救い出す。そして毒に侵されたミスターシエンを救うには頭蓋にするしかなかった。本来なら頭蓋の儀式はもっと大切なタイミングにとっておきたかった。だが命がかかったこの状況でファイオンには他に選択肢がない。ファイオンはミスターシエンに嫌われないようと祈りながらミスターシエンに印を刻む。一方その頃ガウトゥンには衝撃の事実が。妊娠が発覚する。早期妊娠特有の吐き気に悩まされ何度検査しても結果は陽性。動揺を隠しきれないまま探るようにウェンランへ問いかける。もし将来あなたのオメガが子供を妊娠したらどうする？ウェンランは一瞬の迷いもなく降ろさせると冷酷に答える。だから家のオメガが妊娠したのでやめたいと嘘をつく。その理由を耳にしたウェンランは怒りを抑えきれず叫ぶ。オメガのために俺のそばを離れるというのか。ガウトゥが部屋を去った後、ウェンランは自分の言葉を悔やみ始めた。ミスターシエンの心は頭蓋にされたという現実を堅くなに受け入れようとせず、彼をまだ許せないままでいる。それでもファイオンの情熱的なアプローチは止まらない。ついに我慢の限界を超えた彼は強引にキスを奪う。ミスターシエンは一瞬だけ抵抗を忘れ甘い幸福を見せるが、すぐに現実に引き戻され冷たく告げる。アルファは嫌いだと。だがファイオンは自分がエニグマであることを伝える。一方別の病院で妊娠中のガウトゥは医師からフェロモン混乱症の深刻な危険を告げられる。アルファがそばにいなければガウトゥの体には大きな負担となるというのだ。それでもガウトゥは言う。どんな困難があろうともこの子を産みたいと。そして離職を前に彼は長年秘めていたウェンランへの思いに静かに終止符を打ち、痛みを伴う別れを選ぶのだった。愛するミスターシエンのために朝食を用意した。もともと料理は得意ではなかったものの彼のためにシェフに3ヶ月間習ってきたと告白。ミスターシエンが望むなら自分は何でも学ぶしどんな自分にもなれると語った。そして私が思わず昇天しそうになるほどセクシーなガーターベルトをファイオンがミスターシエンにクリップし、2人は仲良く一緒に出社。弟はミスターシエンのグラスにワインを次々と注ぎ、これまでのことを謝罪する。だがファイオンだけは彼を信用せず、最初から携帯で密かに録画を始めていた。案の定ワインには薬が仕込まれており、ミスターシエンはやがて倒れる。そしてファイオンはミスターシエンを傷つけようとする者たちに向かって圧迫フェロモンを放つ。その姿は怒りの頂点にありながらもどこかセクシーさを感じさせるほどだった。一方船体を無残に傷つけられたファイオンは大量の血を流していた。医者からもすぐに処置した方がいいと強く進言されているのにもかかわらず、毒を盛られて目覚めない愛しいミスターシエンが心配で彼のそばからどうしても離れようとしなかった。間もなくミスターシエンが目を覚ます。しかし安堵もつかの間、ファイオンは過度の出血により深い昏睡状態へと落ちていく。眠っている間、ファイオンの脳裏にはかつてミスターシエンを手に入れるために必死であらゆる手を尽くした日々が相場塔のように蘇っていった。治療を受けていたファイオンはナースから思いよらぬ事実を聞かされる。ミスターシエンが妊娠していたのだ。一方その頃激しいつわりでようやく目を覚ましたガウトゥの携帯にはウェンランからの無情な返金催促と父からの執着なゆすりのメッセージが届いていた。再び暗い絶望の底に突き落とされたガウトゥはわずかなデポジットをそっとウェンランに送り、力なく携帯の電源を切った。ガウトゥの妹の見舞いを都合のいい言い訳にウェンランは迷わず病院へ向かう。そしてそこで吐き気をこらえながら青ざめた顔でトイレへ駆け込む。ガウトゥの痛々しい姿を目にしてしまう。心配で胸が張り裂けそうになり本当のことを話すよう切実に促すが、ガウトゥは冷ややかにあしらうだけ。必死に助けを申し出るウェンランをその場に置き去りにしてガウトゥは降臨のように立ち去った。なすすべもなく途方に暮れたウェンランは最後の望みにすがるようにファイオンへ電話をかけた。そしてようやく自分の本当の気持ちに正直に向き合った。ファイオンは衝撃の真実を告げた。あの夜のオメガはガウトゥだったのだ。驚きを隠せないウェンランだったがファイオンの情報に誤りはない。
ミスター・シエンの父の承諾を得て家に戻ったファーヨンは正式にプロポーズを行う。膝をつき嫁いでくれないかと問うファーヨンにミスター・シエンは思わず顔を背け、なぜ自分が嫁ぐ方なんだとつぶやく。するとファーヨンはすぐに言い直した。じゃあ嫁にもらってくれないか。差し出された指輪をミスター・シエンは一つ自分の指にはめ、もう一つをファーヨンの指にはめた。一方ウェンランもまたガオトゥに連絡がつかず、彼の父に引き合わせを頼んだ。折しも父は病院からガオトゥの妊娠を知らされてばかりで、子供はウェンランのものだと疑い、ガオトゥに嘘をついて2人を合わせる段取りを整えた。面会の場で父は検査資料をウェンランに突きつけ、子供はお前のだ、2億円を払えば下ろすと告げる。唐突の言葉にウェンランは10年間共に過ごした時間が全て計算だったのかと信じ込んでしまう。しばらくしてミスター・シエンは妊娠による大量出血で救急室に運ばれた。ファイヨンは生きた心地がせず、手術室のドアの外で青ざめた顔のまま待ち続けていた。彼はウェンランを呼びつけ、もしミスター・シエンに何かあったら子供を頼む。ミスター・シエンがいる場所が俺の行く場所だと揺るぎない決意を口にした。